トレセン学園の大魔人として負けるわけにはいかないので梅田駅ダンジョンに勝負を挑むもののよくわからなくなり休憩ということで大阪グルメを堪能したら食が止まらなくなったアーモンドアイ。大魔人は梅田駅ダンジョンに負けないのよ。愛さん、最初は横浜駅あたりから始めへん。言ったでしょララ、大魔人は負けないの。いきなり梅田は難易度高いて。そんなこと言うけどいつか攻略するなら同じよ。横浜を舐めるなよ。工事がデフォルトで訪れるたびに地形が変わる不思議のダンジョンだぞ。東神奈川行きというダミールートに地方出張者がやられる初見殺し。横浜はダンジョンじゃないだろ。東横線が地下になって分かりにくくなっただけ。新宿はどうなんだ？新宿は面積と路線数は日本最大だけど南北の軸が揃ってるから迷いにくい。それよりも東京のが難易度高いと思う。愛ちゃん新宿駅は得意そう。やっぱり最高難易度は梅田だな。周りに複数の駅とビルが複雑に配置されてる。誰も通らなそうな場所にも通路があるし地下は上下の高低差もある。簡単には目的地に着かない。まさにダンジョンの名にふさわしい。大丈夫よララ、大魔人は負けないんだから。愛さんそればっかりやな。迷っても知らへんよ。結局のところ駅なんだから案内看板の矢印を追っていけば余裕でしょ？じゃあ目的地は北新地、到着したらクリアで。うちは口出さんよ。わかったわ、すぐに着くから見てなさいよね。まあ愛さんなら大丈夫やろ。むしろララに途中で、いや別に何でもあらへんとかまあええけどとか言われる方がメンタルにくるのよ。はいはい。田舎暮らしだから知らない駅の話されても全然ピンとこない。俺も田舎暮らしなんでわかんない。どう複雑なのか教えて有識者。道が微妙に斜めにそれたり十字路どころか5差路ぐらいあったりしてとにかく方向と位置の感覚がなくなる。あと違う路線にそれぞれ梅田駅があって場所が違う。すごい簡単に言うとそれぞれが連携せずに作られたからすごく複雑。地上出口が超不便。しかも地盤沈下の影響でただでさえ分かりづらいのに複雑になってる。たまに悪魔も出る。大体わかった。侵入者を逃さないために作られた通路だな。この階段降りたらどこに出るのかしら？こっちが近道だと思ったのに逆に時間かかってるみたいね。あら？あのおじさんさっきから何回もすれ違ってるような。愛さん、口田さん言うたけどヒントな。愛さんさっきから同じところをぐるぐる回ってはるよ。え？そうなの？ええ、間違いあらへんよ。ならあのおじさんも私と同じで同じ場所をぐるぐる回ってるってこと？まあ、そうやね。なんか怖いゲームみたいになってきたわ。ねえララ、梅田のヨドバシって近いようで遠いって聞いたことあるんだけど。愛さん、もう梅田のヨドバシには橋で行きやすくなったんよ。そうなの？あの橋ができるまでは目の前にあるヨドバシまでぐるーっと地下回らなあかんかったんよ。へえ、大変だったのね。正直ヨドバシへの立教できる前は新宿駅より苦手だった。初めて大阪駅行った時にビジホまで行きたいのに行きたい方向に直接行く手段がなくてびっくりした。この愛ちゃんを新宿の工事の進捗に合わせて順路変わる地下通路に放り込みたい。愛さんどう？まだまだ序盤やけど。大丈夫よ、大魔人は負けたりしないんだから。まあ頑張ってな。でもまあなかなかやるわね梅田駅、認めてあげてもいいわ。梅田駅と一口に言うても一枚岩じゃあらへんからね。どういうこと？つまり梅田駅というのはね。梅田駅。西梅田駅。東梅田駅。大阪梅田駅、阪急、大阪駅北側。大阪梅田駅、阪神、大阪駅南側。大阪駅。大阪駅、梅北新駅。北新地駅。これらもろもろを含めるんよ。山田のオロチじゃないのよ。だからやめとき言うたのに。案内看板通りに進めば簡単だと思ってたのに一筋縄じゃいかないのはそういうことだったのね。同じフロアのはずなのに階段があるのも意味不明だし。高低差がめちゃくちゃなのが梅田の罠なんよ愛さん。なんかさっきから愛さんまんまと梅田の罠に引っかかってる感じやね。もうどこがどこだかさっぱりわからないわ。誰が言ったかバカが作ったダークソウル2のマップ。札幌の無限に続く地下道で愛ちゃんを不安にさせたい。札幌駅北口からすすきの駅までの 1.9 キロだったら直線だから鈴鹿さんでも迷わないですよ。スペキャン？
ねえララ、ちょっと休憩しましょう。さっきから歩きっぱなしやもんね。そうだ、せっかくだし大阪名物でも食べない？大阪名物。なら愛さん、タコ八のたこ焼きはどう？たこ焼き？いいわね。じゃあ愛さん、うちについてきて。助かるわ。ほら、そんな慌てんと。一気に食べたらやけどするから気ぃつけて。でもふわふわでトロトロね。ふわふわ？綾部さん、帰りますよ。出汁がほんのり効いててそのままでもとっても美味しいわ。明石焼き風にお出汁につけて食べるのもええよ。温かいのか冷たいのかはお好みでね。それ以外にもいろんな調味料があるのね。ソースにマヨに。七味も青のりもポン酢もあるから味変し放題ね。だったらそうね。私なら。愛さん。トッピングのネギとマヨに。この生姜醤油で。これすごく美味しい。最高の組み合わせよ。さすがは愛さんやね。レースだけじゃなくて食に対するセンスも抜群やわ。ねえララ、他にもおすすめのお店ってないの？まだ食べはるん？せっかく大阪に来たんだもの、いろいろ試してみたいわ。それやったら串カツの米屋はどう？60年以上やってる老舗なんよ。串カツのルールは知ってるから負けないわ。ソースの二度漬けは禁止なのよね。まあそれが一般的なんやけどこのお店は違うんよ。そうなの？小さい容器に自分専用のソースを用意してくれはるんよ。それなら安心ね。遠慮なく食べられるわ。衣が薄めでサクサクしててエビがブリンブリンで最高でな。もうお腹空いてきたわ。行きましょ。本当にサクサクで軽い食感ね。エビも最高やろ？エビも美味しいしこのソースも甘みがあって美味しいわ。このマグロとネギの串カツは醤油で食べるとええよ。本当ね、ララの言う通りだわ。すごく合うわね。脂っこくないから何本でも食べられそう。あかん、愛さんが止まらへん。愛さんお腹大丈夫なん？ぎょうさん食べてはったけど。だって美味しいんですもの。でも私を任すにはまだまだね。愛さんは何と戦ってはるの？ララ、次のお店に行くわよ。まあええけど。ほなお好み焼きかイカ焼き食べへん？イカ焼き？縁日みたいね。ああ、そうじゃないんよ愛さん。大阪のイカ焼きは。そうなの？ちょっと前に流れてた小栗さんと玉もさんの CM 覚えてへん？イカ焼き言うたら粉もんやろって CM。そういえばあったわね、そんな CM。でもその玉もさんの言うイカ焼きは私食べたことないのよね。決まりやね、イカ焼き食べよか。わあ、すごい行列ね。阪神百貨店の名物やからね、みんな10個とかまとめ買いしてはるわ。でもお店の人もどんどんさばいてるからすぐ順番回ってくるんよ。普通のイカ焼きが187円でデラバンが242円か。リーズナブルね。ねえララ、デラバンって何なの？通常のイカ焼きに卵を加えたデラックス版のことやね。じゃあせっかくだし両方食べてみたいわ。食べ比べてみるのがええね。もちもちの生地に香ばしく焼かれたイカがたっぷりね。サイズは小腹が空いた時にぴったりの量かしら。だしとソースがシンプルでソースも甘くなくて控えめで美味しいわ。昔からの素朴なおやつって感じで美味しいやろ？粉もん食べてるって感じがするわ。これは確かに名物ね。一度は食べる価値があるわ。どれも絶品よ。さすが食の街大阪ね。ふふふ、愛さんが喜んでくれはってうちも嬉しいわ。さてと、次は何を食べようかしら。まだ食べはりますの？愛さん、目的忘れてへん？目的？何だったかしら。梅田駅に負けないって。そういえばそうだったわね。じゃあ変更よ。大阪のグルメに負けないわ。まあうちはどっちでもいいけどね。迷子になった愛ちゃんを助けにパンドラママ登場。そして二重遭難。パンドラを助けに行って遭難したクラフトを助けに行って遭難したシーザリオを助けに行って遭難したハートとメサイアを助けに行って遭難したタクトとポッケを助けに。梅田なんぞ日本では都内の駅に遅れを取る6番手だろ。駅構造として最低最悪なのは渋谷。一旦爆撃して作り直した方がいいレベル。その辺は慣れに関わるから人によるとしか。迷ったなら駅員さんなり案内所で道を聞けばいいのに。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。